ギフドンナの輪っかパーツにハンバーグのソースがついてしまいパーツの取り替えを行っているトレーナーの姿を見て自分の輪っかはパーツではないものの偶然ほどけてしまったのでトレーナーに結ばせようとするジェンティルドンナ。ほい、お待たせ。今日はハンバーグですのね。ああ、今日はギフドンナを連れてくるってあらかじめ聞いてたからな。それにジェンティルも好きだろ？本体も昨日から楽しみにしてたドン。ギフドンナ、余計なことを言わないでくださる？そんなに楽しみにしてくれてたのか。ドンよりも楽しみにしてたドン。ギフドンナ？嘘はついちゃダメって本体から教えられたドーン。はっはっは、ギフドンナに一本取られたな。そんなことよりもせっかくのハンバーグが冷めてしまいますわ。そうだね、ジェンティルの言う通りだ。早く食べたいドン。ギフドンナ、食事の前には何と言うの？いただきますドン。よろしい。それじゃあ、いただきますわ。美味しいドン。そいつは良かった。トレーナーシャンのハンバーグは日本一ドン。当然でしてよ、私のトレーナーなのですから。けれどギフドンナ、私のトレーナーが日本レベルだとは思わないことね。ドン。日本一は当然。世界一だと知りなさい。わかったドン。おいおい、二人して持ち上げてくれるじゃないか。そんなつもりはありませんわ。ただ、最強を背負う馬娘の担当トレーナーも最強でなくてはね。ああ、最強のトレーナーでいられるよう俺も日々邁進するよ。トレーナーシャン、おかわりドン。おっと、もう食べたのか。おかわりはたくさんあるからな、どんどん食べてくれよな。ドン。あらあら、綺麗に平らげましたこと。料理人に尽きるよ。あなたは料理人ではなくてトレーナーでしょう。トレーナーってのは料理人でもあるんだ。レースがラーメンであるのと同じだよ。違うような気がしますけれど。ギフドンナ、紙にソースがついていますわよ。ドン。こういう場合はどうすればいいのかしら？ぬいぐるみだから染み抜きの応用？ジェンテル、ちょっと見せてくれ。ええ。なんだ、ソースがついたのは輪っかパーツか。輪っかパーツ。これなら簡単だよ、すぐ終わる。どうなさるの？こうやって取り外して、予備を取り付ける。よし、完了だ。ソースがついた輪っかパーツは俺が汚れを落としておくから心配しなくていいよ。トレーナーシャン、ありがとうドン。どういたしまして。ジェンテル、どうかした？珍しいものでも見たように輪っかパーツの取り替えを見てるようだったからさ。珍しいものなのは間違いないでしょうけれど。ともかく気になさらないで、なんでもありませんわ。そう？トレーナー、私にもおかわりを。はいよ、ちょっと待っててな。トレーナーシャンのハンバーグやっぱり本体も大好きドン。ギフドンナ、食事中に騒ぐのはおやめなさい。まあいいじゃないか、賑やかな食卓ってのは嫌いじゃないよ。まったく、あまり甘やかさないでほしいものね。次のトレーニング内容は以上だ。よろしい、完璧にこなしてみせましょう。さすがジェンテル、頼もしいな。けど無理はするなよ。あら、誰に物を言っているのかしら。おっと、最強の貴婦人相手に余計なお世話だったかな。じゃあちょっと早いけど今日はこれで終わりにしようか。そうですわね。俺は提出書類をまとめなきゃいけないからジェンテルは気をつけて帰りな。あら、髪がほどけてしまいましたわ。珍しいこともあるもんだ。なんだったらここで結び直してってもいいけど。トレーナー。なんだ？結んでくださらない？俺が？ええ。あの子にはしてあげていたでしょう？あの子？ギフドンナですわ。ああ、この前のあれか。でもあれはパーツを取り替えただけで髪を言ったわけじゃないし。同じようなものでしょう？全然違うって。では私にはしてくださらないの？あの子にはしてあげるのに？そういう言い方をされるとな。まあできないものを無理にとは私も言いませんわ。できないとは言ってないだろ。ならば決まりですわね。やってやろうじゃないか。さあ、お手並み拝見といきましょうか。トレーナー、まさかやっぱり無理など言い出しませんわよね。当然だ。ほほほ、楽しみですこと。つまり俺が行うのは状況再現だ。
落ち着けばなんとかなるはず。まずは、そうだな。紙を三つ編みにしてそれをねじって輪にするのか？おおむねその認識で構いませんわ。そっか、だったら過去の経験が活かせそうだ。過去の経験？ミスドで働いていた経験を今こそ活かす時だよ。なぜそこでミスドが出てきますの？フレンチクルーラーの形を整える時にねじってたんだ。私の髪を揚げ菓子と同列に扱わないでくださる？同列にはしてないよ。構造を理解するための参考にしてるだけだ。それでしたらポンデリングの方が近いのではなくて？ジェンテル、これはミスド経験者じゃないとわからない感覚なんだよ。はいはい、ならお任せしますわ。髪、引っ張って痛くないか？問題ありませんわ。じゃあ編んでいくぞ。ふふふふふふふ。ジェンテル、何か？鼻歌を歌ってないか？気のせいでしょう。いや、明らかに歌ってたぞ。作業に集中なさい。わかったよ。難しい。三つ編みすら上手にできない。ほらほら、できないではなくどうすればできるかを考えなさいな。普段のジェンテルを思い出して、そうそう、思い描いた輪っかを現実に投影する。トレーナー？そして投影された輪っかをくっつける。インチキはダメよ、トレーナー。そっか。慌てなくてもよろしい、時間はたっぷりあるのですから。俺は書類仕事あるんだけどな。ふふん、ふふん、ふふふふふー。また鼻歌を歌ってるな。気のせいですわ。絶対に楽しんでるだろ。あなたが四苦八苦する姿などそう見られるものではありませんもの。やっぱり楽しんでるじゃないか。ええ、なかなか愉快ですわね。人が真剣にやってるのに。ですから面白いのよ。いい趣味してるな。あら、今更気づきましたの？否定しないんだな。嘘をついてはいけないとギフドンナにも教育していますもの。もう少しだけ待ってくれ。次こそ形にする。期待せずに待つことにいたします。期待してる顔にしか見えないけどな。やっぱり少し歪んでるな。それっぽくは見えると思うんだけど。そうですわね。悪い。やっぱり俺には難しすぎたかもしれない。構いませんわ。気に入らなければ自分で結べばいいだけですし。それなら最初から自分でやればよかったじゃないか。なぜですの？綺麗に結び直したいなら自分でやるのが一番早いだろ。綺麗に結び直すだけなら、ね。え？ですが今日はトレーナーに結んでいただきたかったの。俺に？なんで？他でもないトレーナーに髪を結ってもらいたい。理由なんてそれだけで十分でしょう？どうかなさって、急に黙り込んで。そんなまっすぐ言われると思ってなくてね。ほほほ、またいい顔をされますこと。やっぱりそっちも目的だったのか。存分に楽しませていただきましたわ。ひどいな。では私は帰りますわね。ギフドンナも待っていますし。そのままでいいのか？気に入らなければ自分で結ぶって言ってたじゃないか。気に入っていますもの。こんな不格好なのに。これはトレーナーが私のために手を尽くした証、恥ずかしいことなど何もありませんわ。このジェンティルドンナ、努力を笑うほど落ちぶれたりするものですか？すまない。俺が髪の扱いをしっかり学んでいれば。なら1週間の猶予を与えます。なんだって？楽しみですわね。次はどんな髪型にしてもらえるのか。次もあるのか？当然でしょう？今日だけで満足できると思って。でもまあチャンスをもらったんだ。期待していてくれ。精進なさいな。焦点ペガサスミックス盛りとか習得しておくよ。普通のでお願いしますわね。馬娘ちゃんを愛する同志諸君、チャンネル登録と高評価、ぜひよろしくお願いします。